今日、宮城さんをお迎えしたんですけれども、もう宮城さん、内縄本、はい、いわゆる内縄本と言われるもの、それから県産本、はい、こういうものと関わってどれぐらいになられます？そうですね、もう最初、僕らのグループで県産本っていうもの、ネーミングっていうんです、名前つけたのがもう24、5年になるかなと思いますね。じゃあもう四半世紀。はい、ずっと関わってます。なるほど。はい、宮城さん、花瓶に魚とかシミのような方で、常に本を持って、歩いていらっしゃいます。もう、わずかに5分でも10分でも時間があれば、このカバンの中からね、そうですね、本を出してご覧になってます。活字中毒の世界なので、年間に、平均で構わないんですけど、県産本っていうのはどれぐらいの数出てるんですか？その質問よく聞かれるんですけれども、県産本自体として、はっきり言えばわからないというのが実情なんですが、ただ沖縄タイムスが主催した出版文化賞という賞があるんですけれども、それでだいたい毎年ですね、300から400冊沖縄関連本が出てるっていう、言われてますね。これは県産本だけではなくて、県外で出された沖縄に関する本、もう含まれてます。ただ例えば市町村から出てる冊子本とかですね、他の個人誌、自費出版ですね、そこら辺はちょっとカウントできないものもあるので、私個人としてはもっと増えるってもっとあるんじゃないかなって気はしてるんですけれども、沖縄本ソムリエというふうに言われていらっしゃるんですけれど、本当にたくさん、沖縄県で全国的に見ても、あるいは世界的なレベルで見ても、その独自の出版文化というのが盛んなところだと聞いてますけど、宮城さん自身は、どれぐらいのペースで目を通してらっしゃるんですか？大体、僕の目標としてはやっぱ年間全てを見たいなと思ってはいるんですが、もう絶対それ無理なので、一応単純計算すると150から200冊ぐらいだと思います。なるほど。ということは大体1日ちょっとで1冊は。そうですね、まとめ読みすることもありますので、そうですね、2日か3日に1冊っていうペースではあります。すごいですね。私なんかもう本当に、1年で何冊読むかという話なんですけどどちらかというと積んどくという方が多いわけですが、沖縄県産本の、位置づけといいますか、宮城さんも関わっておられる、外国との関わりでいうと、特に東アジアの出版界の中でも注目を浴びているというふうに聞いてるんですが、私たちが私が所属している東アジア出版人会議っていうのがあるんですが、これは東アジアのですね、例えば、韓国の方ですとか、台湾、中国、そして香港で日本の、これは国ではなくて地域として参加してるんですが、その中に沖縄も一つの地域として4年前に正式に加盟することができたんですよ。でやっぱりその日本という中でも沖縄は独自の歴史とか文化を持っているし、出版においてもそれではないかということで打診を受けまして、検討してぜひ私たちも入って交流を深めたいなということで加盟してます。なるほど。このマイマイ那覇は、国際相互理解っていうのも一つの、この間の目指す目標にもなってるんですけれど、この中で実は宮城さんにも手伝っていただきまして、この図書室にはですね、子どもたち向けの絵本が、たくさん準備されてます。で、宮城さんを通して中国、台湾、香港、韓国、この東アジアの諸国で、子どもたちが大好きな絵本っていうのを選んでいただいて、こちらの方にもそのオリジナルの絵本を揃えているんですね。でオリジナルですから、もちろんその韓国のものはハングルで書かれてますし、中国のものは簡体文字とか繁体文字で書かれてます。もうご近所あるいは那覇市内の、外国人の皆さん、ぜひまた足を運んで、いただければと思います。また近くに沖縄大学があるので、今はちょっとコロナで、残念なんですけれど、沖縄大学の留学生の皆さんがふるさとを思いながら絵本に目を通していただければな、あるいは読み聞かせをね、子どもたちにやっていただければなんて思ってます。でこの東アジアの出版界の
の中でも、その沖縄に対する評価っていうのは今少しおっしゃってましたけれども、他の地域に見劣りをしないということで、参加をしているということなんですが、実際に、この会議に参加されながら、自分たちの足元を見直すというんですかね、そういう観点でいうと、沖縄の出版っていうのは、東アジアの中での位置づけっていうのはどういうところでしょう？やっぱり見てますとやっぱ各地域によってすごい出版に特色があるなと思ってるんですが、例えば韓国とかすごく政府の支援を受けて、例えば、絵本とか子ども向けの本をだいぶ出しているところですし、人文書がすごく出ている、硬い本がよく売れる国なんですね。で台湾に関してはやっぱり歴史ものがやっぱり出てますし、文化、ある意味その沖縄と似てるかなと思うんですが、地理的なものとか文化的なものがよく出版されている地域で、中国はやっぱり今文芸がすごく出ていたりするんですね。でそういった中で日本がやっぱり一番成熟した出版文化を持っているところだなと思ってるんですが、その中でやっぱり私たちは日本とは別の地域として、やっぱり沖縄の独自のやっぱ歴史と文化を持っているところなので、確か人口は一番少ない小さいところなんですけれども、たくさん本を出しているというところで、特色があるところかなという気がしています。もう一つ僕は沖縄の出版の特徴というか読書人口の特徴は、沖縄の人は読むよりも読みたいよりも出したい人が多いっていうのが僕の持論なんですけれどもそれぐらい出したい人が多いのが沖縄の出版の特徴とも言えますね。これはまた面白いですね。それだけ書き手が多いという。そうですね、やっぱり伝えたいっていう思いがすごい強いのが沖縄の人だと思いますね。これはまた面白いところですね。沖縄の、話になってきますけれども、その書き手がいろいろいらっしゃるんですけれど、ジャンルとして書きたい人一番多いのはどういうジャンルですか？やっぱり自分史ですね。やっぱり多いのがご年配の方々がやっぱり自分の子供だけじゃなくて孫とかに自分の人生をどんな人生を歩んできたのかっていうことを伝えたいということで書かれる方多いですね。なるほど。結構沖縄では、出版社というか、印刷会社とかが自分史講座というようなものを、早くから開いてきたのではないかと思うんですが、そうですね、自分史は多分あれは30年ぐらい前から始まったような気がするんですけれども、私もいろいろ講師としてやったことはあるんですが、皆さんの熱心にどんなふうにして文章を紡げばいいのかっていうことを学んでいかれてですね、やっぱり書かれて出している方もたくさんいらっしゃいますね。でやっぱり新聞の投稿欄があるんですが、やっぱそれも上手い人がたくさんいますよね。そうですね、結構引き込まれる方がいらっしゃいますね。でその新聞投稿をもとに本出される方もいっぱいいらっしゃいますので、それともう一つ市町村誌、あるいはあざ誌の出版が盛んなことも全国的に見て沖縄はすごいんじゃないですか？僕いろんなところに行くと図書館に行くのがすごい好きなんですけれども、大和に行くとあざ誌がほとんどないんですよ。で知り合いの人に聞いてもあざ誌って何って言われたりして、で自分たちのやっぱり足元の歴史にあんまり興味がないっていうのかな、そういったものが多いんですが、沖縄の場合特に資料がなくなったってありますよね。沖縄戦とかで、だから余計自分たちの歴史をいかに残すかっていうことを考えていってるんじゃないかなという気がしますね。あざ誌のブームというと名護志士、中村さんが始めました非常に火付け役になって、そしてあざし作りのハンドブックも作られて、これがわーっと伸びのように広がっていったっていう気がします。よくですね、言われていたのが、このあざし作りには、先生、公務員、警察官上がりの人は省いてくださいという、大体そういう方が中心なんですけど、中心になるんですよね。思い込みが強いからというので、大体これで、この中村さんたちがつかみをこう取って、そしてちゃんと
みんなに平等なあざしの作り方というのを教えてらっしゃっていると思います。今もこの那覇市内でもあざし編集しているところもあると思いますけれども、このですね、マイマイ那覇っていうのは住所的にはあざ上間なんですよ。で上間はもうすでに立派なあざしを出しておられます。私も編集しました。ですよね。で中今がまだなんですよね。このすぐ隣ですけれども、隣というかここはもうどちらかというと中今地域、小学校のすぐ後ろですから、そういう場所なんですけれども、場合によるとあざしを作ろうかどうしようか迷ってらっしゃるところというのは大体うちなんか歴史ないよとおっしゃるんですね。で私から見ると歴史も文化も非常にこう分厚いものが必ずあるというふうに見ています。今この中今の地域の方も、女性方が中心になって自分たちのこれまで継承してきた右岸、これを見直そうという、どういう意味があるのか、それからどういうふうな手順でやるのか、どこを拝むのか、それにはどういう理由があるのかということを実は回ることは習ってきたんだけれど、どういう意味があるのかよくわからないということで今非常に熱心に勉強してらっしゃいます。これ非常にいいことだなと思いますね。でそういう意味で言うと、自分史作り、自分を見直す、それを後世に伝えるというのもあるんですけれども、地域のそういったことを後世に伝えていくというのは非常に大事だと思いますね。で特に沖縄の場合は、1879年の廃藩置県があって、多くの、いわゆる文書類っていうのがこの機会にも一つなくなっているだろうと、それから古く言えば1600年の薩摩の琉球入りの時にそれ以前の、文書もなくなっただろう、と思いますし、もう直近では、1944年からの沖縄戦ですね、これで、文書類というのが喪失したっていうのは大きいでしょうし、そうですね。それでも、今を生きている皆さんっていうのはもう高齢になってらっしゃる方々、特に沖縄戦の記憶っていうのがおありになりますから、後世に何か伝えなければっていう意思は強いと思いますね。やっぱりそれは先ほど申し上げたように沖縄の出版の特徴、著者人口の特徴かなっていう気もしてますね。でもう一つ先ほどのあざしの話もあったんですけれども、私は考察ははっきり言ってまだ必要なくていいと思ってるんですね。ただ記録をきちんと残すことが一番大切じゃないかなっていう気がしてます。やっぱり編集の立場からするとまず記録が残ってないっていうのが一番のネックだったりするので、その記録とイコール僕は記憶だと思ってますので、その記憶をまず残すということが一番僕はあざし作りの中では求めたいところなんですね。最近いろんな、カラオケなんかに行くとですね、1970年代どころか、1980年代の曲が夏メロのところに入ってて、ものすごくショックだったりするんですで、そういうことを考えると、このあざの公民館行くじゃないですか。そしたら結構表彰状がこう並んでるんですよ。で表彰状を見ると中には1950年代の終わりのものとかもあるんですよ。ありますね。でその当時の何々地区の大会でうちのあざは3位でしたとかってありますよね。ところが実際にその地区大会という運動会があったっていう記録が他に見出せなかったりすることがあるんですよ。ありますあります。だから意外と公民館に飾ってある表彰状っていうのも一つの歴史としては大事なのかなと思ったりしてですね。そう思いますね。また最近はないんですが学事奨励会ありますよね。あれでもだいぶ表彰されてるんですけども、その名簿さえあればまた面白いことが分かるなと思ったりするんですよね。まだ聞き取りのできる状況でもありますしね。そうですね。で前おろくがある地域の、宮城なんですけども、あざしを編集しているときに、復帰前から復帰直後の、水筒本が出てきたんですけども、あれも読むとすごい面白かったんですよ。そうですね。
私も今その話しようかと思ってたんですけど、せっかく宮城さんがね、宮城のアザシをね、手伝っておられて、そこで発見されたものですからね、明治の廃藩直後の地図も大事だったので、そちらから先に那覇市の文化財に指定をされたんですけれど、終戦直後から、1972年の5月15日の、施政官の返還ですね、施政権の返還のそのまでの追悼簿、僕あれは某先生が、こんなもんどこでもあるとおっしゃったんですけど私あれは那覇市内ではどこにあるのかなと。そうですね、僕はちょっと中部のあるところで見たことはあるんですけども、あれ下手すると、その施政権がアメリカ側にある時代のこのなりわいといいますかね、地域の、それを知る上では非常に貴重なもんだと思うんですよ。あれは貴重だと思いますね。で僕はびっくりしたのはあの中に永遠の記述詰まったと思うんですよ。で僕はもう永遠っていうのはもう記録の中でしか、本の中でしか見たことないので、実際使われてたっていうことかな、もうびっくりしたことがあるんですけれども。今こう、ね、視聴者の皆さんの中にも、B 円はね、記憶にある方多いと思いますけど、永遠があって、その A があっての B ですからね。ですから永遠の時代っていうのはすごく短いんですね。短いですね。だからそれを思うと永遠でこう計算されてるっていうのが非常にこう貴重な記録だなと思いますね。また年度切り替えがやっぱり7月で9月か9月ですよね。それが8月に決算ですね。それが復帰の年になると前倒ししてしまうということがありますので、そういったものも分かりますし、また物の名前が最初分からなかったのがありますよね。字がいもって何かと思いましたね。地に点々ですからね。地に点々にがか点々で字がいもって何やろうというね。実はじゃがいもの種芋なんですよ。そうですね。でじゃがいもをそのアザで買ってるんですね。でなんでそのじゃがいもを買ってるんやろうと、配給をしたのかなと思ってたんですけど、そうじゃなくて、早く育つということもあって種芋を購入して各戸に配って、みんなで、それを生産してたということですね。そうですね。あれも面白かったですし、鶴丸マッチですね。マッチの表紙量がすごく多かったですよね。大きい箱のマッチですね。これは当時はタバコを吸う方が非常に多かったということで、集まりには必ずこのマッチが必要だったという、またDDT なんかもありましたよね。そうですね。この DDT って言っても半分ぐらいの今ご覧になってる方の半分ぐらいはっておっしゃるかもしれませんが、殺虫剤です。戦後すぐはシラミがね頭に湧いたりするので、この DDT の粉なんですけど、これをこうかけて消毒をするというのがあったんですね。今あれやったらもう大変なことになりますからね。そうですね。もう公開問題になりますからね。かなりシラミが死んでしまうぐらいの強い毒ですから、よくあれ吸ってたなと思いますけどね。そういう時代もあったということで、こういう地域資料、これがまた発掘されてくるというと、これをまた活字化して記録していくというのも非常に大事なことだと思いますね。なので、各地域、こんなもんはないけどなというふうに思われているところでも、どなたかのうち、例えば昔会計なさってた方のお家にその会計簿の写しがあったりとかということもあるので、こういうのが発掘されてくると面白いなというのを思いますね。でこの地域も中今も非常にこの地図を見ていくと、整然とした集落なんですね。で整然とした集落で、御嶽があって休憩があってというこの並び方がですね、これはもう本当に18世紀のこの山陽の風水のですね、影響を受けて作り直された集落だなというのがよくわかります。で、その一方で中今にはちゃんと古島という地名がありまして、ここから言うとちょっと西の方になるんですけれども、歩いて 2,3 分のところですけど、古島という地域があって、
これが一つのポイントですね。元の集落があって作り直された集落が今に至っているという、これは非常に分かる。でまた周辺の集落見ていくと、国場なども作り直しただろうとは思うんですけれども、ちょっと中途半端に作り直してるのかな。ちょっとまだ昔の面影がだいぶ残ってますよね。で極端なのが式名と上間ですね。式名と上間はびっくりするぐらい、旧体以前たるというか、18世紀以前の、集落の形態を残している。もうこれ那覇市内はおろか、沖縄県内でもちょっと珍しい、ちょっと珍しいんじゃないかなと思いますね。そんな感じがしますね。でこの先週、歴史博物館の外間さんに、真足地域の歴史と文化についてお話をいただいたんですけれども、この場所っていうのは地図を出して那覇市内の見せていただいたんですけど、もう半端の半端そうですよね。ここも那覇なのぐらいの半端なんですけれども、その分いろいろな地域に開かれた場所だと思いますね。この南回しの地域っていうのは、そしてまた、歴史的にも古い地域で、国場にうずんびらという、民族芸能が伝わってますけど、中今にも昔はあって、この辺では有名な、踊りなんですが、定期的にやるもんじゃなくて、あざの塗り立て競争を今の市民体育館のところですね、あそこで王様がお出ましになって三七からご覧になる前でやるという、特殊な行事、それに勝って、非常に整える、速さ勝負じゃないんで、上等にできるかどうかなんで、上等にできて褒めてもらって、もう我を忘れて喜んで帰ってくるという踊りなんですけど、中今もこういうのに参加してたんだなと思うと、なんか嬉しくなりますよね。そうですね。